はい、健康生活チャンネル、理学療法士兼ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、研究から分かった新型コロナに仕切りのアクリル板は逆効果である理由についてお伝えしたいと思います。で、あなたは新型コロナの感染を恐ろしいと感じてはいないでしょうか。今ですね、ワクチンの接種がどんどん進んでいますが、それと比例するように感染拡大が進んでいて、毎日2万人を超す新規感染者が出続けている状況で、新型コロナに恐怖を感じている方も多いと思います。で、新型コロナへの感染は怖いけど、スーパーとかコンビニとかのお店に行くとレジとのスペースがね仕切ってあったり、飲食店などに行くとですね、席の隣同士がね、間同士が透明のビニールであるとかアクリル板が立ててあって、あるいはその正面とかにもねアクリル板が立ててあって仕切ってあったりするじゃないですか。プチ個室みたいな状態になってますよね。この仕切りがあればそのコロナウイルスも飛んでこないから感染しなくて安心なんて思って仕切りがあるお店を選んでいくという方もいらっしゃると思うんですが、今回ですね、研究の結果からなんとこの仕切りがねある方が逆効果で新型コロナに感染してしまうリスクが上がってしまうケースがあるそうなんですよ。感染しないように設置してあるのに感染しやすくなるなんて意味ないじゃんなんて裏切られたような気持ちになりますよね。ですので今回はですね、この研究報告となぜこの仕切りが逆効果なのかという理由についてお伝えします。この動画をご覧いただくことで仕切りが新型コロナの感染対策にならないケースが理解できて、正しい予防方法で感染を防ぐことができます。逆にご覧いただかないと仕切りを過信してしまい感染を防ぐことができず、新型コロナに感染してしまうリスクが高くなってしまいますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。で、このアクリル板とかビニールによってその遮断されている仕切りのことをパーテーションと呼ばれることもありますね。で、ある時期からですね、このパーテーションは新型コロナに有効であると言われて、全国各所で一気に設置が進められていましたね。で、今やですね、飲食店だけではなくて、ほとんどのお店で仕切りがありますし、大学などの学校であるとか、病院であるとか、会議室とかね、もうパーテーションを置いていないところは新型コロナの感染予防を考えていないんだろうななんて思われても仕方がないぐらいのすごい普及率になっています。で、なんでですね、このパーテーション、仕切りがですね、新型コロナに有効であると言われているかなんですが、新型コロナが感染してしまう経路というのは、飛沫感染だと言われているんですね。で、飛沫感染というのは、私たちが咳をしたり、ごほごほと咳をしたり、話をしたり、食事をする際に、勢いで唾液が飛んでしまうんですよ。で、これは目に見えるほど大きいものであるとか、ごく小さいものなど、この大きさの差はありますが、必ず出ているものなんですね。で、この飛び出す唾液にですね、コロナウイルスが乗っかって飛んでいってしまって、相手の鼻であるとか口とかね、あるいは目からも入ってしまうんですが、こういったところからね、感染してしまったり、手や体に付着して相手がですね、口を触った時とか目を触った時とか、こういった時に感染したりしてしまうんですよ。ですので、この飛沫を防ぐために仕切りがあると。そうすることで飛沫をブロックするわけですから、ウイルスが相手に到達せずに感染を防げると言われているんですね。しかし今回ですね、これが効果がないという研究報告が発表されたんです。これはイギリスリーズ大学で行われた研究で分かったもので、この研究ではですね、お店のお客さんなど仕切りの反対側にいる人が話をしたり咳をするときにね吐き出される粒子の動きをさまざまな換気条件で感染リスクになりうるかということを調べたモデル研究になります。で、この研究の結果はですね、咳をしている際に吐き出される大きな飛沫、目に見えるような唾液のですね、その飛んでいく飛沫の場合、これはですね、勢いよく飛んでいって仕切りにぶつかりますので、ドーンってぶつかりますので、仕切りの有効性が確認されたんですね。ですからこういった大きな飛沫に対しては仕切りがある方が感染対策になるということが分かったんです。しかしですね、話をしている場合に吐き出されるごく小さな粒子もあって、これは仕切りに引っかかることがなく浮遊していたということなんですよ。ずっとね、その辺の空間に浮いていたということなんですよね。つまり目に見えるような飛沫は仕切りでねブロックされましたが、
目に見えないような極小の飛沫もあって、これはですね、ピョーンと飛んでいって仕切りにぶつかるわけではなくて、吐き出された後、その空間にぷかぷかと浮いていたということなんですね。で、仕切りがあるおかげでね、粒子が店員に直接かかることは防げたとしても、この空間に浮いている極小の粒子はしばらく部屋の中を漂っていましたので、店員はいずれこの汚染された空気を吸い込むリスクがあるということが分かったんですね。怖いですよね。この空気にね、そのウイルスがもう漂っている状態ですから、例えばそこをですね、換気できていない状態で通りかかった人がですね、吸い込んでしまうと、それは感染してしまうことになるんですよ。ですから、その飛んでいく飛沫だけ気をつけてはいいというわけではないんですね。で、この研究者が行った研究の研究者のコメントではですね、大きな粒子はブロックできても小さなエアロゾルは仕切りを乗り越えて移動し、およそ5分以内に室内の空気と混ざり合うことが私たちの研究で示されたということを話しています。で、つまりですね、人が交流する場面が今回の研究ではですね、約5分間だったんですが、それ以上続くようなことがあれば、仕切りがあったとしてもウイルスにさらされる危険性が高くなるということなんですね。で、この目に見えないレベルで吐き出されるごく小さな浮遊する粒子、これはですね、マイクロ粒子であるとか、先ほどね、その研究者のコメントでもあったエアロゾルと呼ばれるものなんです。で、このマイクロ粒子は2から3マイクロメートルといって、もうミリメートルよりもだいぶその小さいものなんですよね。もうこのですね、ごくごく小さな微小粒子で、この吐き出されたマイクロ粒子は口から吐き出された後、水分だけが蒸発してしまい、ウイルスだけが残っている状態となります。そのため3時間程度は感染性を持ったまま空気中を浮遊し続けることもあるそうなんですね。3時間は長いですよね。ですから最近ではですね、新型コロナの感染経路として東北大学であるとか国立病院機構仙台医療センターなどの専門家であるとか医師などがですね、共同で新型コロナの主な感染経路は飛沫感染ではなくて空気感染であるという声明も発表しているんですよ。空気感染だとも今言われているんですね。空気中に漂っているから、それが空気を吸うことによって感染するんだと言われているんですよ。ですので、このエアロゾルはですね、空気中を漂って人の動きであるとか、人が移動する時などに作られる空気の動きによって空気と一緒に移動してしまいますので、仕切りを乗り越えたり、仕切りの中に入っていったりしてしまいますので、仕切りがあっても関係なく感染してしまうという危険性があるんですね。で、またこのようにですね、仕切りが効果がないということがね、この研究から証明されたんですが、こればかりか逆にですね、感染リスクが上がってしまうケースもあるそうなんですね。で、それが仕切りがあるせいでうまく換気が行われないということなんです。で、これはですね、アメリカジョンズ・ホプキンス大学で行われた研究で、教室に設置した仕切りによって空気の流れが妨げられてしまって、ウイルスが滞留してしまうことによって逆に感染リスクが上がってしまうというリスクがね、指摘されたんですよ。だからその仕切りがあることでね、結局空気が循環しないわけですから、それによってウイルスが溜まってしまって感染してしまうということが分かったんですね。で、またその他ですね、アメリカマサチューセッツ州の学区でね、行われた研究でも、事務局に設置されたアクリル板の仕切りによって空気の流れが妨げられてしまうことが分かったんですね。で、このようなケースの場合、仕切りをするよりもですね、むしろ仕切りをなくしてしまって換気をもっとちゃんとしたり、マスクの着用を徹底した方が感染リスクを低下する効果が高いということなんですね。で、このような仕切りによって空気の流れが妨げられてしまうと、空気がよどんでいるところではウイルスのエアロゾルが蓄積していって高濃度の状態になってしまい、非常に感染リスクが高い状態になってしまうそうなんですよ。ですから仕切りはですね、効果がないばかりか逆にリスクを高めてしまうことになることもあるそうなんですね。ですが仕切りがですね、大きな飛沫をブロックするという
効果はありますので、仕切りが全くいけないというわけではないんですよ。全く効果がない、全く逆効果であるわけではないんですよね。問題なのは空気の流れを遮ってしまうような仕切りが問題となってくるんですよ。ですから例えばですね、飲食店とかで前にね高いカウンターがあって、ラーメン店なんかそう多いじゃないですか。前にねこういった高いカウンターがあってですね、そして両サイドを大きい仕切りによって遮られているお店とかあるじゃないですか。この場合空気の入れ替えっていうのはほぼ行えないですから、一方向からね、例えば後方からその空気がねちゃんと入ってきて、ここを循環していってウイルスを持っていってくれたら換気はできますけれども、例えばねこの仕切りがあったとして、カウンターがあって仕切りがあると、横からねエアコンの風が来たとしても、前からエアコンの風が来たとしても、ここの空気って循環されませんので、エアロゾルがどんどん溜まってしまって、ウイルスが高濃度の状態になってしまうんですよ。でそしてですね、このお客さんがねまた食べて帰りましたと。でその次にですね入ってきたお客さんがまた同じところに座ると。たとえですねその時テーブルを拭いていても、椅子を拭いていたとしても、この空間にウイルスが溜まっていますので、空気中にね、ですから感染してしまうということになるんですね。しかしですね、空気の入れ替えをちゃんと計算されて設置された場合、例えばですね、仕切りを設置したとしても、そのスペースにもちゃんと空気が通るように気流の流れが設定された状態であればですね、例えばね、その3方向を防いでいるわけではなくてですね、前のところはね、例えばお客さんがいないような状況を作って、この前から後ろの方に空気が流れていく、この空気がちゃんと循環していくという状態を作ればですね、空気が入れ替わるじゃないですか。こういった気流のね流れが設定された状態であれば、常に新鮮な空気に入れ替えが行われることによってウイルスが漂っている可能性はなくなりますので、感染リスクが低下しますし、その仕切りはちゃんと機能していることになるんですね。ですので、あなたが注意すべき点として2点あります。まずその1つは、仕切りによって空気の流れが悪そうなお店であるとか、その空間には近づかないということ。そしてもう一つは、仕切りがあるからといってそれを過信せずに、ちゃんとマスクを着用してエアロゾルを吸い込まないように予防すること、この2点が必要なんですね。ぜひですね、新型コロナに感染せずに済むように正しい対策を身につけましょう。でまたマスクはですね、正しく着用されていないとエアロゾルの感染を防ぐことができないんですよ。エアロゾルってその煙状というか、空気ですからね、空気みたいな状態ですので、例えばですねマスクに隙間が空いていたとしたらですね、隙間が空いているマスクでは前方のねそのフィルターをちゃんと通さずに、隙間からねその空気って入っちゃうんですよ。そのフィルターを通すっていうのは空気抵抗が非常に大きい状態ですので、それよりもですね隙間の方からねどんどん空気を吸い込んじゃうんですよね。ですからマスクの隙間が空いていればあまり効果がないんですよ。そこでですね、私の過去の動画ではマスクの効果を3倍にする着用方法であるとか、ウイルスを 92% もカットする二重マスクの付け方などをお伝えしていますので、次はこちらの動画をご覧になってください。で私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。でまた今回の内容がためになったなと思っていただいたら、チャンネル登録をするかはお任せしますが、ぜひもう一本動画をご覧になっていただいて、健康で痩せて綺麗な体を作っていただけると私も嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。